北海道旅行の最後、新千歳空港でとりあえず六花亭のバターサンドを買っておけばいいかなんて思っていませんか？実はそれめちゃくちゃもったいないです。もちろん新千歳空港で買える六花亭のお土産も最高に美味しいです。でも六花亭の本当の魅力は空港だけではわかりません。実は六花亭には直営店舗だからこそ楽しめる限定スイーツやそこでしか味わえない美味しさ、さらに北海道に来たからこそ体験してほしい素敵な店舗や喫茶室まであるんです。つまり六花亭イコールマルセイバターサンドを買って帰るだけではあまりにももったいない。そこで今回はなぜ六花亭は新千歳空港で買うだけではもったいないのか、その理由を徹底解説。さらに直営店に行ったらぜひ味わってほしい限定スイーツや知る人ぞ知るおすすめ商品まで忖度なしでご紹介します。これを見れば次の北海道旅行では空港で買って終わりではなく六花亭のお店に行ってみたいと思うこと間違いなし。北海道旅行で六花亭を楽しみたい方はぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。なぜ新千歳空港だけではもったいない？ 3 つの理由。空港で買えば荷物にもならないし手軽でいいじゃん、そう思う方も多いですよね。確かに新千歳空港はとても便利です。マルセイバターサンドやストロベリーチョコなど定番の人気商品もしっかり揃っています。ですが六花亭を空港だけで終わらせてしまうと本当にもったいないんです。実は直営店に行くと空港で買う六花亭とは全く違う楽しみ方ができます。今回はその中でも特に大きな3つの理由をご紹介します。理由1つ目、取り扱っている商品の違い。1つ目の理由は取り扱っている商品の幅が圧倒的に違うから。六花亭には本当にたくさんの商品があります。ところが新千歳空港で購入できるのはその中のごく一部。もちろん定番商品はしっかり揃っていますが、直営店まで行ってみると六花亭にこんなお菓子があったのと思う商品が次々と見つかります。こうした商品との出会いこそ直営店に足を運ぶ楽しみの一つなんです。空港でバターサンドを買えばいいやと思っていると知らないまま帰ってしまう六花亭がまだまだあるんです。理由2つ目、店舗でしか味わえない出来たてスイーツ。そして2つ目の理由、これが私が特におすすめしたいポイントです。それは六花亭でしか味わえない出来たてスイーツがあるから。帯広本店や札幌本店など六花亭の店舗にはイートインスペースや喫茶室があり、その場だからこそ楽しめる特別なスイーツが用意されています。その代表ともいえるのがサクサクパンや雪コンチーズ。雪コンチーズは雪やコンコで使われているほろ苦いココアビスケット。そのビスケットで濃厚なベイクドチーズケーキをサンドしたスイーツです。そしてこの雪コンチーズ、美味しさの秘密は出来たてで食べること。注文を受けてからその場でチーズケーキをビスケットにサンドするため、ビスケットはサックサクのまま。ところが時間が経つとチーズケーキの水分がビスケットに移ってしまい、このサクサク感が少しずつ変わってしまいます。そのため美味しく食べられる時間はわずか2時間。だからこそ買って家に持ち帰るのではなく、その場ですぐ食べることに大きな意味があるんです。お土産として箱に入ったお菓子を買って帰るのとは全く違う六花亭の楽しみ方。北海道に来たならぜひ六花亭の店舗に立ち寄ってその場で味わってみてください。理由3つ目、六花亭の世界観を丸ごと楽しめる。そして3つ目の理由、それは六花亭の世界観を体験できるから。六花亭といえばあの美しい花柄の包装紙。この包装紙に描かれているのは北海道の山野草、坂本、
直行さんが描いた草花の絵です。六花亭の直営店に入ると、商品だけではなく包装紙や紙袋、店内のデザインなど至る所で六花亭らしい世界観を感じることができます。お菓子を買って終わりではなく、店内を見ているだけでもこれも欲しい、あれも気になるとワクワクしてくるんですよね。これも空港のお土産売り場とは違う直営店ならではの楽しみです。どうでしょう、ここまで見てやっぱり六花亭の直営店行ってみたいと思えてきませんか？でもじゃあ実際に何を狙えばいいの？そういう方も多いと思います。そこでここからは直営店に行ったら絶対にチェックしてほしい、そんな商品を厳選してご紹介します。定番なのに意外と知られていない商品から、空港ではなかなか出会えない商品、そして店舗でぜひ味わってほしいスイーツまで、今回は六花亭おすすめ隠れた名品トップ5をご紹介します。それでは第5位からいってみましょう。第5位、ゴロスケ方法。それでは第5位、ゴロスケ方法。何その名前と思った方も多いですよね。実はこの名前、歌人北原白秋の歌に出てくるゴロスケ方法というフクロウの鳴き声にちなんで名付けられたんです。なんとも六花亭らしい遊び心のあるネーミングですよね。そしてパッケージにも注目。愛くるしいフクロウが描かれているんですが、よーく見るとフクロウが1羽のデザインと2羽のデザインがあるんです。こういう細かいところにも六花亭らしい遊び心を感じます。中身はというと、スイートポテトをパイ生地でぐるりと包み、こんがり焼き上げたお菓子。そのまま食べてもしっとりとしたスイートポテトにバターの風味が加わって、とっても上品な甘さです。でもこのゴロスケ方法、ぜひ試してほしい食べ方があります。それがオーブントースターで 2,3 分温めるリベイク。六花亭公式もおすすめしている食べ方なんですが、温めることでパイ生地がサクッと焼きたてのような食感に。そして中のスイートポテトはしっとり。バターの風味もより引き立ちます。これは買ったそのままの状態とはまた違った美味しさ。しかもお値段は1個180円。新商品でありながら気軽に試せる価格なのも嬉しいところです。こういうお店で見つけて家に持ち帰って一手間加えて楽しむというのも六花亭のお菓子の面白さですよね。ぜひチェックしてほしい一品です。第4位、大地の雫。知る人ぞ知る六花亭季節限定スイーツ。これ見つけたらラッキー。北海道の夏にしか出会えない、まさに見つけたら絶対に味わってほしい一品です。その最大の特徴がブルーベリーを丸ごとホワイトチョコレートで包んでいること。しかもこのブルーベリーは六花亭の自社農園で収穫されたもの。フリーズドライでもドライフルーツでもありません。みずみずしい生のブルーベリーをそのままチョコレートで包んでいるんです。一口食べるとホワイトチョコがパリッと割れて、その中からブルーベリーの果汁がじゅわっと広がります。甘酸っぱいブルーベリーとまろやかなホワイトチョコ。この組み合わせが本当に絶妙なんです。そしてこの商品が隠れた名品と呼びたくなる理由がもう一つ。一年中いつでも買える商品ではないんです。販売されるのはブルーベリーの収穫時期に合わせた期間限定。だから北海道旅行のタイミングが合わないとそもそも出会えません。しかも生の果実を使っているためとっても繊細。お土産として何箱も買って帰るというより、見つけたらその時に味わう、そんな楽しみ方をしたい商品です。そして何よりお店にずらっと並んでいる定番商品とは違って、今日はあるかなと六花亭の店舗を
覗いてみる楽しみがあるんですよね。これこそ新千歳空港で定番のお菓子を買って帰るだけでは味わえない六花亭の魅力。夏に北海道を訪れる方は六花亭の店頭で大地の雫を見つけたらぜひチェックしてみてください。第3位、御用社。いよいよトップ3。第3位は北海道に来た人だけが味わえる知る人ぞ知るどら焼き、御用社です。まずこの名前からして気になりますよね。そしてこのお菓子の最大の特徴が賞味期限がなんと当日限り。つまり買ったらその日のうちに食べてほしい、そんなとても繊細などら焼きなんです。もちろん長期保存してお土産として持ち帰るようなお菓子ではありません。だからこそ北海道に来た時に六花亭の店舗で見つけてその場で味わいたい一品。ではなぜここまで日持ちしないのでしょうか。その秘密はあんこにあります。御用社は北海道十勝の小豆を使い、小豆本来の風味や食感を楽しめるように仕上げられています。一口かじるとふんわりとした皮の中から小豆の存在感がしっかり感じられるあんが登場。甘さだけが前面に出るのではなく、小豆そのものの風味をじっくり味わえるどら焼きなんです。そしてもう一つ注目してほしいのがパッケージ。この達筆な御用社の文字、実は六花亭とゆかりの深い落語家10代目柳家小三治師匠の直筆なんです。こういうところも六花亭らしいこだわりを感じますよね。そして御用社はいつでも買える商品ではありません。販売時期も限られているため、北海道旅行のタイミングが合わないと出会えないことも。でももし六花亭の店頭で見つけたら、これはぜひその日のうちに味わってみてください。日持ちしない、持ち帰りしにくい、だからこそその時その場でしか味わえない、これこそ今回のテーマ、新千歳空港でお土産を買って帰るだけではもったいないを象徴する六花亭のお菓子だと思います。第2位、十勝おこわ。そして第2位、ここで一気に方向が変わります。六花亭の隠れた絶品グルメ、十勝おこわです。六花亭ってスイーツだけじゃないの？そう思いますよね。実は六花亭にはお菓子だけではなく、十勝の食材を生かした食事系の商品もあるんです。その中でもぜひ知ってほしいのがこの十勝おこわ。使われているのは北海道産のもち米と十勝の豆をたっぷり使った具沢山のおこわです。白花豆、大豆、小豆、金時豆、黒豆、そして枝豆、なんと6種類の豆が入っています。電子レンジで温めて袋を開けた瞬間、お米と豆の優しく香ばしい香りがふわっと広がります。そして一口食べると、もちもちとしたおこわに豆のほっくりした食感と自然な甘み、これがめちゃくちゃ美味しい。甘いものが苦手な方でも楽しめる、まさに六花亭の隠れた実力派です。しかも冷凍なので保存もしやすく、今日は何を食べようという時にもストックしておけるのが嬉しいところ。そして六花亭のおこわシリーズには、今回紹介した豆たっぷりの十勝おこわのほか、鶏肉やごぼう、人参などを使った五目おこわもあります。つまり六花亭はお土産のお菓子を買うだけではなく、今日の食事まで買えちゃうんです。これも空港のお土産売り場だけを見ていたらなかなか気づかない六花亭の魅力ではないでしょうか。六花亭イコールスイーツと思っていた方にこそ、ぜひ一度食べてほしい一品です。それではいよいよ第1位。ここまで紹介してきた商品とは全く違う理由で私が1位に選んだ六花亭です。最後はあの人気商品がなんとアイスになっています。第1位、マルセイアイスサンド。そして
栄光の第1位に輝いたのは、今回私が六花亭で絶対に食べてほしいと思ったマルセイアイスサンドです。六花亭といえば北海道土産の超定番、マルセイバターサンドですよね。ところがそのマルセイバターサンドになんとアイスがあるんです。しかもアイスなので当然ながらお土産として持って帰ることはできません。通販で取り寄せることもできません。つまり北海道に来て六花亭のお店まで足を運んだ人だからこそ楽しめるスイーツなんです。ビスケットでサンドされているのはホワイトチョコレートとレーズンを合わせたひんやり濃厚なアイス。見た目はあのマルセイバターサンドを思わせますが、食べてみると全く違う美味しさなんです。まずビスケットがサクッ、そしてその後にひんやりと冷たいアイスが口の中でとろけていきます。アイスならではのひんやり軽やかな美味しさ。これはマルセイバターサンドのアイス版という一言では片付けられない美味しさです。そして何より食べ終わった瞬間に思ったのが、これもう一個食べたいでした。でもここでしか食べられないからこそ北海道旅行の思い出にもなるんですよね。今回紹介したゴロスケ方法、第一の雫、御用社、十勝おこわ、そしてマルセイアイスサンド、どれも空港で定番のお土産を買って帰るだけではなかなか出会えない六花亭の魅力です。だから私は六花亭は新千歳空港で買って終わりではもったいないと思っています。北海道旅行の際にはぜひ一度六花亭の直営店にも足を運んでみてください。お土産を買うだけではなく、ここでしか出会えないもの、そして六花亭の世界観までぜひ楽しんでみてください。今回ご紹介した商品でこれ食べたことあるという方もいるのではないでしょうか。次に北海道に行ったらこれを食べてみたいという六花亭のお気に入りや皆さんの推し六花亭があればぜひコメント欄で教えてください。今回の動画が参考になった方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。